監視カメラが捉えたのは妊婦の女性を車に乗せて送り出す一人の男の姿。絶対に乗ってはいけないその車に乗った女性はどんな運命をたどると思いますか。2020年6月8日、南アフリカのハウテン州ロードポート。その日の朝、市役所職員の男性が畑で清掃作業をしていました。仕事に一段落つけ、腰を伸ばそうと立ち上がった瞬間、ふと目を細めます。なんだあれは。視線の遥か先には畑の中に立つ一本の木、その下に何か大きなものが吊り下がっているのが見えたんです。普段から人通りも少ないこの場所に誰が何を吊るしたのか、不思議に思った男性は恐る恐る木に近づきました。そして吊るされているものをはっきりと認識し、こうつぶやきました。なんてむごいこと。あまりにも衝撃的な光景を前に男性は言葉を失いました。そこにあったのはなんと首を吊った妊婦の遺体だったんです。木から首を吊って生き返る女性。その中には生まれてくるはずの小さな命がありました。2つの命を奪った犯人は国中の女性を敵に回すクズ男だったんです。おさすけちゃんです。やみやみこんです。というやみこさん、はい。今週の土曜日から旅に出るんで、また、はいなんかデジャブなんだけど。ラオスは前行ってきたんですけど、はい今回は大学の時の友達後輩先輩と、タイに行った後、マレーシア行ってシンガポール行こうかなと。タイは観光するの、はい前はトランジットだったじゃない。そうです。今回は観光でそれぞれ3日間行こうかなと思って、特にね、シンガポールのナイトサファリとか、あれマーライオンとどっち？どっちってどっちなんとマレーシア何の話。とシンガポール混ざんないよね。いや混ざんないのよ。シンガポールがマーライオンね。マレーシアのマーとマーライオンのマーしか被ってないのよ。そういうことか。じゃあマーは違うようで覚えるわ。じゃあ何、マレーシアも行くの？マレーシアも行くんですよ。マレーシアは何があるのかなおさらわかんないんだマけレーシアは僕もわかんないです。ど。何しに行くのよ。国ごとに担当つけて、なんかコーディネートするのね。コーディネートする。あなたどこコーディネートする俺シンガポール担当。じゃあマーライオンは覚えときなさい、さすがに。マーライオンあったんですよ。はいでナイトサファリとか USJ、はいはいはい USS かシンガポール。あの植物園とか食用植物ね、とかあれも、いるんじゃない？花粉のあれが関係ないわよ、今。本日ご紹介するのは2020年に南アフリカで起こった殺人事件について。この事件は女性が木で首を吊った状態で発見されたんですが、なんとその女性のお腹には別の命を宿していたんです。その女性だけではなくて、もうお腹の赤ちゃんもろともってことでしょ？そういうことです。でも人の心持ってないわよ、犯人は。この事件で犯行の残酷さもさることながら、その犯行の動機っていうところにも注目が集まったんです。そしてこの事件後、南アフリカではとあるね、大規模なデモが行われたんです。デモってもうそんな騒ぎになるまでってさ、よっぽどなことがあったってことでしょ？まずはね、そのデモの様子から見ていきたいと思います。殺された妊婦。2020年6月9日、南アフリカ。その日、大勢の女性たちがデモ行進をしていました。女性に暴力を振るうな！被害者を見下しているのか！参加者たちは口々に誰かを糾弾するような言葉を叫んでいます。そして彼女たちの手には一人の女性の写真がありました。その女性の名はセゴファツォ・プーレ。当時28歳のメイクアップアーティストです。幼い頃に両親を亡くしたセゴファツォは妹と共に叔母に育てられました。そんな不幸な境遇でも明るく快活な女性に成長していき、高校卒業後は子供の頃からの夢を叶え、メイクアップアーティストとしてキャリアを築いていました。家族や友人からも慕われていた彼女は、そこにいるだけでみんなを笑顔にしたといいます。特に妹は両親を亡くしてから大変な苦労を強いられたということもあり、大好きな姉を心の支えにしていたそうなんです。めちゃくちゃいい人で、めちゃくちゃ人気者じゃないの？何、この人がデモのきっかけになった人なの？そうなんです。実はこのセゴファツォに降りかかった悲劇が南アフリカのね、女性たちを動かしたんです。彼女に異変が起こったのはデモの4日前、6月5日深夜、セゴファツォの叔母はリビングの時計を見てつぶやきました。遅いわね。その数時間前、セゴファツォからもうすぐ帰るという連絡があったのですが、まだ帰ってきていません。当時セゴファツォは妊娠8ヶ月。出かける前に彼女は生まれてくる赤ん坊の服を買いに行くと話していたそうです。まさか帰ってくる途中に何かあったんじゃ。心配した叔母は警察に行方不明者届を提出。祈るような気持ちでセゴファツォの帰りを
待ち続けました。セゴファツォの消息が判明したのはそれから3日後のこと。きっかけは妹が見ていた SNS でした。その時妹が見ていたのは市役所職員の男性が投稿した一つの文章。そこにはこのようなことが書かれていたんです。6月5日の朝、市内の畑を掃除していたら遺体を発見しました。遺体は畑の中の木に吊るされており、胸には銃で撃たれた跡があります。さらにその投稿には被害者の特徴も記されていました。それを読み進めるうちに妹の顔はみるみる青ざめていきます。この特徴全部お姉ちゃんに当てはまるじゃない。時の妹さんのショックは相当なものよ。この事件がきっかけでデモが起こったってことなの？そうなんです。ただ直接のね因果関係っていう部分はもっと深いところにあるんです。殺人犯は誰？木から吊るされた遺体がセゴファツォ本人だと確認されると、捜査の手はすぐにその犯人らしき人物へと伸びていきました。その人物の名はヌツツコ・ントコゾ・ショバ。ショバはヨハネスブルグ証券取引所でアナリストとして働くエリート。そして彼こそがセゴファツォのボーイフレンドで、お腹の子供の父親でもあったんです。セゴファツォが失踪した6月5日当日、ショバはセゴファツォと共に生まれてくる子供の服を見に行っていました。そのため警察はショバに対し強い疑惑の目を向けるんです。しかし私が犯人なわけない、お腹に子供もいたんだぞ。ショバは堂々と否定。失踪した当日にセゴファツォが自身の家を訪れたことは認めたものの、ウーバータクシーで無事に家まで送ったと主張したんです。実際ショバは自身の証言を裏付けるようにアパートの防犯カメラの映像を提出。そこには1台の車とそこに乗り込むセゴファツォの姿があったんです。これがセゴファツォの最後の姿だったため、警察は捜査の方針を転換してウーバータクシーの運転手が犯人だと断定。こうして運転手の男ムジカイセ・マレパネが逮捕されたんです。いやごめん、ちょっと私真っ先にショバを疑っちゃった。もともとね、このマレパネという男は素行が悪かったんですよ。だから警察も疑ってたんです。逮捕されたマレパネはもともと車を盗んだり家を荒らしたり車の部品を盗んだりといったギャングのような振る舞いをする男でした。衝動的に事件を起こしそうなマレパネですが、実はこの犯行はとても計画的なものというのも、セゴファツォを殺害しようと目論んでいたのは今回が初めてではなかったんです。実はそれ以前にもマレパネはとある人物から依頼を受けセゴファツォを殺害しようとしていました。1度目の決行は事件が起こる1月前の2020年5月。その日マレパネはメイクアップアーティストだったセゴファツォに仕事のオファーと称してコンタクトを送り接触しようとしていました。しかしこの依頼にセゴファツォは違和感を覚えます。というのもこのメッセージが送られてきた2020年5月はちょうど新型コロナウイルスで街はロックダウンの最中にもかかわらず、マレパネは彼女とマクドナルドで話がしたいと持ちかけていたんです。不審に思ったセゴファツォは結局待ち合わせ場所には行かず、この計画は失敗。そして2回目の計画は事件のあった6月5日、マレパネは当時付き合っていたガールフレンドから借りた灰色のジープを走らせ指定された場所でセゴファツォを待ち構えました。そう、このジープこそが監視カメラの映像に映っていた車だったんです。そして監視カメラの映像通りセゴファツォはマレパネの車に乗り込みました。しかしショバが呼んだタクシーにマレパネが運転手として乗っていたのは果たして偶然だったのでしょうか。実はこれは偶然なのではありませんでした。マレパネがセゴファツォの殺害を依頼された人物、それはセゴファツォの彼氏ショバだったんです。一回信じたのに裏切られた気持ち、結局ショバだったの？そうなんです。だからね、警察もね、ヤミゴさんのさっきの勘っていうのも間違ってはなかったんです。いやでもセゴファツォのお腹には子供がいたんでしょ？一緒に服まで選びに行ってたんだし、一見するとね、幸せの絶頂のカップルのように見えますよね、これ。ただですね、ショバにはどす黒い裏の顔があったんです。エリート男の正体、愛するガールフレンドとその間に生まれてくる子供、全てを手に入れ幸せに満ち溢れているはずのショバがなぜこのような犯行に手を染めたのか。実はショバには周囲には言えない秘密があったんです。それは別の婚約者がいたこと。ショバには本命の彼女がおり結婚の約束もしていました。そう、ショバにとってセゴファツォとの付き合いはあくまで遊び。しかしショバは2018年からセゴファツォと交際を開始し、そこから数ヶ月でセゴファツォを妊娠させてしまったんです。妊娠を知ったショバは子供を下ろすように要求。セゴファツォは泣く泣く子供を諦めることに。さらにその後も2人の関係は継続。その結果2019年の末にセゴファツォは再び妊娠。またもやショバは中絶するように迫りました。しかしあなたがこの子供を欲しくないのは分かって
ってるけど、私は自分自身と折り合いがつかなかったの。ごめんなさい。ツェゴファツはショバの要求を拒否。一度目の中絶で体も心も痛め苦しんでいたツェゴファツは子供を産む決意を固めたんです。すると途端にショバの態度が急変。ショバは彼女に対し冷たく当たるようになり、経済的援助は愚か、子供を認知しようともしませんでした。不倫だけじゃなくてさ、自分も一緒に子供作っといて責任持たないなんて、もう日本で言ったらもうボコボコにされる案件じゃない、こんなの。ほんとそうですよね、うんそもそも女性を軽んじる風潮とか価値観っていうのは、実はね、南アフリカにはね、まだまだ根強く残ってるんですよね、というのもあって、女性がね、犠牲になる事件っていうのが未だに多発してるんです。というわけで本日のメトラキーワード、フェミサイドについて。フェミサイドとは、被害者が女性であるということが理由となる殺人事件のこと。フェミサイド事件の加害者の大半は家族やパートナーで、南アフリカでは女性が殺人の被害に遭った場合、その死因の 56% は DV によるものと言います。さらに女性の3人に1人がパートナーからの暴力に遭った経験があるというデータも。こういった状況の背景には2つの事象があります。1つは、南アフリカでは古くからの家父長制が根強く残っており、女性を軽んじる風潮があること。もう1つは、南アフリカの失業率。失業率が 29% と非常に高い同国では、無職になった男性が自信を失い、ストレスをため暴力につながりやすくなっているんです。ショバはヨハネスブルグ証券取引所でアナリストとして働いており、さらに婚約者もいるという超エリート。自身の立場と家父長制的な価値観も相まって、ショバはツェゴファツを軽んじている部分もあったのかもしれません。だから冒頭のデモで女性に暴力振るうなっていう主張をみんなしてたわけね。なのでね、理不尽なね、理由で命を奪われたツェゴファツに対して、多くの女性がね、自分自身を重ねてね、考えたんでしょうね、これ。こういったね、身勝手な考えから、ショバはツェゴファツに対してさらなる仕打ちを仕掛けていくんです。なんとショバは自身の要求に応じないツェゴファツに対し中絶するように嫌がらせを開始。お前の勤務先に不倫をばらしてやるなどと何度も匿名で脅迫文を送りました。しかしそれでも彼女は子供を諦めようとはしません。そんな彼女にショバの苛立ちはついに頂点に達します。こうなったらもう子供もろとも殺すしかない。こうしてツェゴファツ殺害を決意したショバはマレパネに依頼。しかし5月の1度目の結婚に失敗したという知らせをマレパネから聞き、電話口でショバは激怒。そしてショバは確実にツェゴファツを殺害するため次の計画を思いついたんです。婚約者裏切ってさ、しかも自分の手は汚さないで人使って子供もろとも殺そうとするなんて、人の所業じゃないわよ。やっぱりエリート意識があってね、プライドも高かったんでしょうね。ただね、結果的にショバはその自分のね、プライドの高さに足をすくわれてしまうんです。希望からの転落。事件前日の6月4日、ツェゴファツは生まれてくる子供が歓迎されないことに落ち込んでいました。そんな中、ショバから久しぶりに電話がかかってきたんです。赤ちゃんの服を見に行かないか。その誘いにツェゴファツは彼が心を入れ替えてくれたのだと喜びます。翌日、ショッピングモールでショバとのデートを楽しむツェゴファツを。デートの途中で2人は軽く口論になったものの、それでも彼女はショバがようやく子供を認知してくれるという喜びに満ち溢れていました。ショバの機嫌を損ねないうちに今日はもう帰らないと。そう思ったツェゴファツはおばにショバと喧嘩しちゃったからもうすぐ帰るねとメッセージを送りました。そして帰りの時間になると機嫌を直したらしいショバは優しい口調で語りかけます。実はうちの前にタクシーを呼んであるんだ。それで家まで送るよ。身重の自分を心配してくれているのだと喜んだツェゴファツはその言葉を信じ、彼のアパートまで一緒に向かいます。アパートに着くと門の前に待ち構えていたのは1台のジープ。さあ乗って。ショバはなぜかせかすように彼女の背を押します。その様子にどこか違和感を抱くツェゴファツを。しかし彼女は一抹の不安を抱えながらも最終的にはその車に乗り込んでしまったんです。メドウランズまでお願いします。運転手にそう伝えると、ツェゴファツは車に乗る直前のショバの様子を思い返す。それにしても、なんでショバはいきなり心変わりをしたのかな。今日の喧嘩の後も不自然なくらい優しくて。ぼんやりと窓の外を眺めたツェゴファツは、ふと自分の目を疑った。彼女を乗せた車は、明らかに家とは違う方面に向かっていたから。どこに行くんですか？家はあっちなんだけど。ちょっとノールド下宿に届けなければならないものがあって。そう言って運転手はそのまま車を走らせる。ツェゴファツは不安を感じながらも乗っているしかなかった。そして運転手の言葉通り、車はノールド下宿の野原で止まった。車から降りる運転手の手には拳銃が握られている。逃げなきゃ。しかしどうすることもできないまま腕を引っ張られ車から降ろされるツェゴファツを。そして次の瞬間、
セゴハツの胸を銃弾が貫いた。重傷を負いながらもまだかすかに息はあったセゴハツを。そんな彼女の首に運転手は用意していたロープをかけて木に吊るす。お願い、お腹の子だけは。必死にもがきながら彼女は息絶えていた。残酷な犯行を企て、一人の女性だけではなく未来ある子供の命まで奪ったショバ。しかしショバは逮捕された後もなかなか罪を認めませんでした。それどころか法廷で微笑みを見せるほどの余裕を見せていたんです。ただその余裕な態度も長くは続きません。実行犯のマレパネは金で雇われただけ。そのためあっさりとショバの関与を自白しました。さらに検察はセゴハツとお腹の子供をめぐるメッセージのやり取りやマレパネとのやり取りに使っていたプリペイド式携帯の記録を提出しました。こうした不利な証拠を数多く提示されたショバは罪を認めるしかなかったんです。最終的に実行犯のマレパネに懲役20年が、ショバには終身刑が宣告されました。結局自分の手を汚さないっていう選択が一番の証拠になっちゃったわけね。そうですね。こうしてね、無残にも命を奪われてしまったセゴハツだったんですけれども、彼女の死っていうのは世論に大きな影響を与えたんです。この事件によって南アフリカの女性たちはジェンダーの不平等やそれに起因する暴力について声を上げ始め、政府に対して対策を求めるデモを行いました。デモ行進だけではなく SNS で女性への暴力に対する怒りや悲しみを投稿する人も。そして彼女の名を冠した活動はそれだけにはとどまりません。ジェンダーに基づく暴力被害者への支援のために彼女の名を冠したセゴファツ財団が設立されます。セゴファツの名前は今や南アフリカにおけるジェンダーに基づく暴力との戦いのシンボルとなったんです。自分にとって不都合な事実を隠すため、女性だけではなくこれから生まれてくる罪のない命まで奪ったショバ。きっと嘘を重ねた先にいい結末が待っていることはほとんどないのではないでしょうか。あなたは不都合な事実を隠そうとして嘘の泥沼にはまったことはありますか？おそすというわけでね、皆さんに重大な告知があるんです。10月19日に渋谷でアルゴメトリ初の公式のね、謎解きイベントをやります。というわけでね、いわゆるマーダーミステリーみたいなイベントで、もともと映画館だった場所をね、もう貸し切って、そこに大画面でね、もう謎解きの動画を出してですね、みんなでリアルタイムに謎解きをするっていうイベント。そして、僕らのね、トークライブもありつつ、チェキ会とか写メ会とか、あとグッズとかもね、そこで買えるんで、ぜひ来ていただければと思います。はい。でね、VIP 席に関しては、このイベントが終わった後に、アフターパーティーといってね、ちょっとまた近場でね、会場を貸し切るんで、そこでね、僕とヤミコさんも参加するんで、もちろん、みんなでこう、ご飯とか食べながらね、観覧する時間もね、ありますので、ワイワイしましょう。はい、もうね、盛りだくさんのイベントとなっております。というわけでね、どんな謎解きをするのかっていう、ちょっとだけ見せたいなと思います。あなたにはこの謎が解けるだろうかというね、ちょっと挑戦的な感じなんですけど、一体どんな謎を解くのかっていうところで、高級ホテルムーンフォートリゾート、そこで開催されている映画祭の最中に主演女優小森夏樹が殺害された。現場には容疑者が4名。探偵のあなたは限られた手がかりからシリアルキラー如月を探し出せるだろうかっていうところで、もう参加するね、皆さん自身が探偵となって動画を見ながらヒントをね、こう組み合わせて4人の中の犯人を1人決めてもらうっていうね。で、その後にちょっと答え合わせもするんで、そういったね、謎解き、マーダーミステリーのイベントになっております。なのでね、なんか家で一人でやるより、もうほんと映画館の中でみんながこう相互に作用しながら謎解きをするっていうところで、かなり新感覚のね、イベントになるのかなって思うので、ほんと期待してね、待っていただければと思うので、で、チケットはね、この動画の固定コメント、もしくは概要欄から、買えますので、ぜひ来ていただければと思います。普通のね、ちょっと YouTuber のイベントとかってなんか結構1万とかさ、2万とかするんですけど、もう僕らはね、もうここで稼ごうとか一切考えてないんで、もうめっちゃ安いです。4980円。なので、普通の映画行くとさ、なんか大人だと2500円とかかかるじゃないですか。ね。あれにプレミアムボックスシートつけるとなんか4000円ぐらい超えると思うんですけど、普通の映画行くよりちょっとリッチな体験しようみたいなノリで来てもらえるといいのかなと思うんで、あとは友達と一緒にもちろん来れます。友達と一緒にチケットを例えば2枚とか3枚とか買うと席が必ず隣になるようになってるんで、そんな感じで来ていただければと思いますし、あとは一人で来る人も多いんですか？なんか自分一人なんで不安ですみたいな人もいるんですけど、僕の体感ね、7割8割ぐらいは一人の参加者多いんで、皆さんもね、全然一人で来ていただければと。で、当日そこで友達になったりとかもね、あるかもしれないんで、全然一人の参加も OK なんで、そこはね、皆さん心配せずに安心して来ていただければと思います。安心して、私がいるから。俺もいる。というわけで、アルゴメトリー初のね、映画館を貸し切った公式イベント、ザ・ムーン。皆さんね、ふるってご応募いただければと思います。よろしくお願いします。
華やかな世界として知られる芸能界。しかしその裏にはドロドロとした人間関係がつきものなのだ。2024年10月19日、日本長野県。高級ホテルとして有名なムーンフォートリゾートの一室から女性の悲鳴が響き渡った。どうしたんですか？ちょうどこの日、警察がホテル内にいたことから現場に急行。ワインを飲んだ直後に倒れて、泣きながら話すのは映画監督の道場沙織。そして亡くなったのはこの部屋に宿泊する女優の小森葉月だった。彼女たちは翌日、このホテルで開催される映画祭に出席する予定だったのだが、その前日に部屋で飲んでいたところ亡くなってしまったのだ。そしてなぜ警察は事件が起こる前にもかかわらずこのホテルにいたのだろうか。実はこの日、ホテルムーンフォートリゾートに犯行予告が届いていた。差出人は当時世間を騒がせていたシリアルキラー・如月だった。